ごきげんよう。日本画家の諸星美希です。諸星美希日本画研究室、略して諸研。今日はこんなお話はどうでしょう。先日ですね、首相官邸に行く絵がちょっとね、なかったんですよ。それで急遽絵をね、描いたんです。すごくね、大きい気持ちのいいあるお魚の絵を描いたんですよ。それで今日はお魚の話なんかはどうかなと思ってお話しさせていただいています。自己紹介をさせてください。私は日展会員の日本画家です。日頃は動物画を描いております。大阪芸術大学の日本画コースで客員教授をいたしております。もしこのチャンネルがいいなと思われた方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。さあ、私の原点ですね。魚のお話。はい。先日、日春展のね、を語るということでお話しさせていただいたんですけれど、まだご覧になってない人は、ぜひまたご覧になってくださいね。はい。その中でお話しした中で、初入選がタコだったっていうお話ししたんですが、実は日展も初入選は2000年でタコだったんですよ。それで、その年は2000年は確かタコ以外は書いてなかったぐらいタコを書いた年。それでそこを皮切りに魚シリーズがね始まったんです。それでタコをまだ書いてた時は水族館でタコを描くっていう頭ね全然なかったんですよ。ね。それで水族館で写生をするっていう頭がないもんだからタコをね水槽に入れてね買うんですよ。ね。すごいでしょ。それで岡山県の下津井漁港というところでねポリタンクを持ってってね市場のところにこう海水の汲み上げるポンプがあるんですけど、そこから組合長の計らいでねポリタンク2つをね汲ましてもらって毎日ですよ。それですぐにね汚れちゃうんですよ、海水ね。ろ過器を入れてたんですけど、ろ過器はすぐにねもう壊されちゃうんですよ、タコ力が強くてね。なんでそれができないってことでしょっちゅう水替えをして写生をする。で上に金網のような蓋をして紐でくくってね脱走されないように、それでタコはずっと描き続けてたんです。それで私がねちょっとお台所になんか行った時にねバサーって音がしたからなんだろうと思ってみたら、私の写生の紙の上にタコがバサーっと落ちてきて、そこにその当時まだ色鉛筆でね写生してましたから、色鉛筆を握ってね、うわタコもね絵描いちゃうと思ってね面白い光景をね見たことがあります。それで写生を描き終わるとですね、私はモデルにした魚はね一切食べないんです。なんか情が移ってね。なんで夜な夜なね主人と車で海に行ってね釣り人がいないところで海にねタコもね返してました。そんな感じで魚もそうですね。オコゼとか車エビなんかもそうですね。生きたままのものを海水汲ましてもらって描いていた。それもだんだん限界に近づくんですよね。それから岡山県にある玉野市というところにある小さな水族館の写生から始めましたね。年間パスポートを買ってとにかく通えるだけ通って写生を貯めていった時代があります。それが本当に私の、特選にもつながっていったでしょうし、実家に帰ればね福島県の水族館いわき市にあるんですけれど、そちらの方に行ったりですとか割と相馬市なんでね、私の実家が宮城も近いんですよ。宮城県で松島の方の、今はもうないんですけど松島水族館っていうところが好きで、そこに写生に出かけてました。はい、もうね1回目の特選はケムシカジカだったので
その松島のね水族館で描いたケムシカジカが日展のね1回目の特選になりましたね。2回目の特選はナポレオンフィッシュだったんですけれど、それは福島県のいわき市のね水族館で描いたものでした。そんなことで私の本当にスタートは魚でしたね。いろんな水族館に全国いろいろ行ったんですけれど、とにかくねメジャー級のね水族館はやっぱりね美ら海水族館ですよ。すごい魚行ったことありますか皆さんね。お人もすごいですけど魚もすごくて、なんかねこんな高価な魚何匹も、何頭かなもう入れるのみたいな感じでね、東雲逆田ザメとかねめちゃくちゃ高いって水族館の方にね聞いたことあるんですよ。それがね何匹もいてね、目まん丸くしてね写生しましたね。だから美ら海水族館なんか行くときはもう2週間ほどですね、同じホテルに泊まって、もう水族館のすぐ近くのホテルに泊まって、もう歩いてね水族館に毎日朝から閉まるまで描くっていう感じでね、それ以外は沖縄行くんですけど何もしないっていうね写生がありますね。やっぱり沖縄で描く写生は魚が本当に色が綺麗でね、すごくときめきましたね。私はちょっとどこか学生時代から色が苦手なところがあったんですけれど、それをちょっと払拭できたのは綺麗な魚と出会ったっていうのは大きいかもしれませんね。皆さんがもし何を描こうかなとか迷っていた時に、なんか意外とお魚って助けてくれること多いかもしれませんよ。はい、私はなんか結構助けてもらいましたかね。沖縄でね何回か行ってるんですけど、その一部の写生ですけど、それは大阪芸術大学のね1回生の授業の中で諸星美術館っていうね時間があるんですよ。その時にバーッと写生を並べてね学生たちに見せています。でね、やっぱりその沖縄での写生の時はみんなねときめいてね長い時間ね見てくれるような印象がね強いですかね。はい、沖縄ねぜひね行ってみてください。どの水族館でもそうなんですけど、一番真ん中の水槽の真ん中に座ることはなくてですね、水槽の右端か左端どっちかを魚をね見て、自分が描きたい魚がどっちに来るかっていうのをリサーチしてからね、ちょっと小さい椅子を折りたたみ椅子持ってってそこに座って、それでいつも持っていくのは鉛筆とかね、筆入れですよね。鉛筆と消しゴムと、私は水彩で着彩するので空いたねペットボトルに水を入れて小さな水入れを持ってってて、でパレット1枚に絵の具が仕込んであって、でそれを1枚持っていくと何でも描けるので、それで薄いグレーの色画用紙ですか、それをカルトンに挟めてあって、それがだいたい私の写生セットですかね。これはもうどこ行くんでもねそれで描いています。少しねハーフトーンのね仕事なんかをねカットできるので、時間省略できるので薄いグレー色っていうのは結構ねポイントです。ちょっぴりうまく見えるかな冗談ですよ。うまく見えるかもしれませんね。背景に色があるとね。でちょっと白いものなんか描くときなんかね、例えばクラゲなんかねお描きになったりするときに背景がグレー少しついてるとね助かるじゃないですか。そういうこともあったりね。あと次の作品にねなんか背景どんなにしようかなっていうのの思いを巡らせるようなねヒントもねになるかもしれませんしね。ちょっと水族館ねデートで行くのもいいですけど、そうやってねちょっと気軽にね写生に行くのもいいと思います。ぜひねおすすめです。さあね、皆さんどんなお魚が好きかですよね。私は代表作がねいろいろあるんですけど、タコはねそれは初入選だからそうだし、金魚もね一つ私の代表作の一つで、これはいわきの水族館で
取り留めもなくね写生してたもので、そしたらやっぱり東日本大震災 3.11 があった時に一番最初にね被害を受けて津波に飲まれていった尊い命をねどうしても作品にしたくて、それで後にその歌舞伎座でねそのお話をいただいた時に、金魚の依頼いただいた時に迷わずその時のスケッチを使わせてもらって、もう一度ね歌舞伎座でね金魚を泳がせましたね。なんか私にとってはもう忘れられないモチーフの一つです。金魚はアトリエでね水槽別に種類ごとね飼ってますので、いつも描けるような状態にいつもしてあって、私にとっては大切なモチーフの一つです。皆さんもね、ぜひね、どんな魚描いてみたいとかね、何かまたここにはこんな魚がいるよみたいな情報がありましたら、コメント欄の方でね、ぜひね、教えてください。それと、もしね、よろしかったらなんですけれど、いいねをいただいたら本当に嬉しいです。さあ、じゃあ今日はこの辺にいたしますか。本当にありがとうございます。それではまた。